どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは、物を捨てる基準です。今回の内容ですが、1、物を捨てることによって得られること。2、物を捨てる基準。3、物を捨てるときの注意点。4、僕が実践していること、衣服についてです。まずは動画一覧や再生リストを見ていただければわかりますが、物を管理するメリットについて以前に動画を公開しています。今回は捨てることに対して深掘りした動画なのでよろしくお願いします。1、物を捨てることによって得られること。まずは収納スペースが広がります。収納スペースが広がると心が落ち着きます。また、買いだめした方が良いものを置けれます。例えば、ビールは箱買いした方が安いですし、日用品は増量タイプの方が割安なことがあります。そういったものを置けれます。次に、使用するものに対して愛着が増します。捨てずに使用しているものですから、精鋭、大切、有益に感じます。また、新しく買うときに良いものを選ぶようになります。わざわざ捨てるものは買わないですよね。買うときの判断基準も良くなってきます。買いたいものは使いたいものになります。最後に、物以外のことに対しても整理する意識が高まります。以前の動画でもお伝えしましたが、時間、お金、情報、思考などにもいるいらないを考えるようになります。次に2、物を捨てる基準です。まずは目的に見合っているかどうか。物それぞれに目的を決めておくと良いです。例えば、勉強用のペン、メモ用のペンと決めておきます。目的に見合ってないと判断したものは捨てます。次に、良い思い出があるかどうか。手に取った時に嫌な思い出が蘇ったり、無反応なら捨てます。嬉しい、懐かしい、頑張ろうなどの良い感情のものは置いておきます。そして壊れている場合に修理を出したいと思うかどうか。壊れたものは捨てると決めていると分かりやすくて良いと思います。ただ、中には修理に出せるものがあります。修理することで愛着のあるものは長く使うことができます。その修理の費用と時間を消費する価値があるか判断します。次に1年以上使用していないかどうか。365日に1回の使用で使用率は 0.3% です。1年以上使っていないのであれば使用する確率はほぼないです。最後ですが、またお店で買いたいかどうか。使っているものだけれども、使い続けるか迷うときありますよね。その時は、またお店に行って同じものを買うか考えましょう。現在と今後の自分の状況、価値観と見合っていないことがあります。買わないのであれば捨てましょう。3、物を捨てる時の注意点です。まず、捨てる方法をちゃんと調べることは大切です。捨てる時のモラルは大切ですね。分別方法、無料か有料か調べましょう。場合によっては、買取や寄付、リサイクル可能なこともあります。資源の有効活用は素敵なことだと思います。次に、共有しているものは同意を得ましょう。自分にとって不要なものでも、他の人には必要なこともあります。面倒かもしれませんが、余計なトラブルを防ぐことになるので、大切だと思います。最後に、他の人に価値観を押し付けないことです。物に対しての目的や愛着は人によって違います。この動画を見られている方は、綺麗好きか綺麗好きになりたいと思っている方だと思います。明らかな危害を受ける場合は説明することはいいと思いますが、あくまで個人の好みもあるので押し付けすぎないようにしましょう。最後に4、僕が衣服について実践していることを説明します。まずは衣服の目的を決めておいて、目的に見合っていないものは捨てます。ビジネス用、プライベート用、通勤用、雨天時用、部屋着用を分けています。たまにこれは何用にしようと決めて、プライベート用から通勤用に変えるなど、配置転換することがあります。それでも着ない服は捨てるようにしています。次に壊れた時は修理を考えます。
修理するほどでもないものは捨てます。ビジネス用、プライベート用以外は修理しないと決めています。最後に、捨てるときはできる限り寄付やリサイクルをします。結局のところ捨ててないんですね。他にあげていることになっています。その方が社会貢献をした気になるのでおすすめです。今回は物を捨てる基準について説明してきました。物を有意義に使用するためには買うだけでなく捨てることも重要だと思います。皆さんの捨てる基準の参考になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。